はい、こんにちは、上野です。本日は新緑とか春のお花を撮っていきましょう。はい、1枚目はここから撮っていきましょう。ここに新しいちっちゃい雑草と花が咲いてまして、でここポカンと穴が開いてますけども、ここのところのこちらに黄色いお花がありますので、あそこにピンと合わせて撮っていきたいと思います。でこの穴の感じを使って撮るのも面白いかなと思ったんですけれども、お花がちょっと端っこにあるので、ど真ん中になってくれたら結構印象的な写真になると思うんですけども、端っこにあるのでこう写してもちょっと印象が薄いかなと思いましたので、ここに空間が空いてまして、でこっちも壁みたいに草が生えてますので、ちょっとカメラをこっち側に向けまして、で黄色いお花にピントを合わせつつ、この前の草とかを前ボケに使って、画面全体がちょっと緑っぽいボケに囲まれている中で黄色い花がポツンとあるような写真を撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは前ボケとかを使っていきたいので F 値は 2.2 に設定しました。F 値 1.8 から開放が使えるんですけれども、少し絞ってあげることでお花のところの、解像感とかシャープな感じに映ると思いますので、 2.2 にちょっとだけ絞って撮っていきます。シャッタースピードはその時で1250分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で今日お天気がいいのでちょっと白飛びとかするかなと思いまして、露出をマイナス 0.3 に少しだけ下げて撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はど真ん中の黄色の花のめしべとかおしべとか、その辺にピント合わせて撮っています。で F 値は 2.2 まで絞ってますので、F 値は 2.2 に絞ってますので、お花のところの解像感もありつつ、前ボケと後ろのボケと使えましたので、黄色いお花だけが目立つような写真になったんじゃないかなと思います。で緑と黄色ですので、色の対比にもなって、画面全体が綺麗な、春から初夏っぽい、そういう季節感のある写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、今いい感じのところに猫さんがいましたので、写真を撮ってみました。でカメラを地面に構えて、で手前のところを前ボケに使いつつ、さっきそこに猫さんがいたのでこう撮ることで、背景も抜けていい感じ、手前も緑になる感じでしたので、写真を撮ってみました。でカメラの設定がこちらになります。はい、さっき猫さんを撮ったカメラの設定はこちらになります。F 値は 2.8 に設定して、猫さんのお顔、そこにしっかりピントがあってシャープに映るように F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは2500分の1秒出てましたので、ISO感度100で OK です。でここも光が当たっているところは白飛びしそうな感じがあったので、露出補正はマイナス 0.3 に設定してマルチパターン速攻で撮ってみました。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は猫さんの目の部分にピントを合わせて撮っています。F 値 2.8 に設定したことで、あと僕自身が寝そべって、撮りましたので、手前の草の部分、光があるところを選んで撮ってるんですけれども、手前の光が当たっている草の部分は前ボケになってくれまして、ちょっと柔らかい光の印象になってくれているかと思います。で猫さんがいるところは日陰になってますので、地面の緑とかもしっかり色が出てまして、そこからまた背景のところはボケてますので、前ボケと後ろボケと挟んだことで遠近感、奥行き感っていうのを感じる写真になったんじゃないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。この辺とかは新緑の新しい緑が出てきているんですけれども、あそこにまだちょっと葉っぱが生えてない、枯れ木みたいな状態の木がありましたので、そこを撮っていきたいと思います。で初めは
離れたところから地面とかも入れてポツンとした感じで撮ろうかなと思ったんですけれども、それよりかは近づいてこの下とかももういらないかなと思ったので省いて、上の見せたいところちょっとこう枝がこう分かれてるんですけれども、そこが一番綺麗かなと思うのでそこだけを切り取って取っていきます。でこう手前のところに、新緑の葉っぱがありますので、これを画面の左側この辺に前ボケ的な感じで入れつつ、こう緑に囲まれてで空間が空いているそこに光が当たっている枯れ木みたいな木を入れて撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。前ボケを使いつつ木の質感をしっかり出したいので F 値は 4.5 に絞って撮っていきます。シャッタースピードは400分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。でメインで撮っていく木の部分は今光が当たってて綺麗なんですけども、白飛びしやすい状況でもありますので露出はマイナス 0.7 に設定してマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は枯れ木みたいなところの木の枝にピントを合わせて撮っています。F 値は 4.5 に設定したことで木のところはしっかりと改造されていて、左側にある新緑の葉っぱのところは少しボケていますので前ボケとして使えているんじゃないかなと思います。で枯れ木のところはちょっと後ろが暗くなってまして、木のところは光が当たって見えてますので、よりこう浮き上がったような印象を持たせることができたんじゃないかなと思います。でこの枯れ木以外のところはこう緑で囲まれているのと、木の隙間から青空も見えますので、ちょっとこう爽快さを感じさせるような写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここに大きい木があって根っこがこう太く伸びているんですけれども、この根元のところに近づいてみると新しく生えてきたばっかりの緑の葉っぱがありますので、ここの狭いところを撮っていきたいと思います。動画でもわかると思うんですけども、今木漏れ日がここに当たったり当たってなかったりするんですけれども、ここに強く光が当たってくれると手前の部分ちょっと日陰になっているところは暗くなりますので、露出を極端に落としてでここに光が当たった時に撮ることでこっちにこう注目させて、こっちはその脇役というか暗くなってくれることでここの狭い世界観に目が行くような、そういう写真を狙って撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは葉っぱのところとそのすぐ後ろにある木の根っこの質感っていうのを撮っていきたいので F 値は 4.5 に少し絞って撮っていきます。で角度はちょっと斜めから撮っていくので F 値 4.5 の状態でも暗く写すための手前の地面のところはこうなだらかにボケつつ写ってくれるかと思います。シャッタースピード1600分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で普段やとハイライト重点速攻を使って撮っていくんですけれども、このニコン D60 にはハイライト重点速攻が搭載されてませんので、露出をマイナス 2.0 にちょっと極端に下げて明暗差を作って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は左上の緑の葉っぱにピントを合わせて撮っています。F 値 4.5 に設定したことで緑の葉っぱのところとそのすぐ後ろにある木の根っこの質感は綺麗に出てるんじゃないかなと思います。で露出値をマイナス 2.0 に極端に下げたことで日陰の部分は極端に暗くなりまして、で一番明るいハイライトの部分は適正露出になってるかと思いますので、自然と左上の方に目が行くような、明るさで撮れたんじゃないかなと思います。でちょうどこの新しい葉っぱの近くに枯れ葉が落ちてくれてますので、新旧、世代交代の感じも出しつつ撮れたんじゃないかなと思います。
はい、本日は新緑とかお花の写真を撮ってみました。タムロンの広角レンズが D60 と相性が悪くて、あんまりまともに動いてくれなくて、今回はほとんど 50mm の単焦点レンズで撮りましたので、ちょっと写真のバリエーションをいろいろ出せてるかちょっと不安なところはありますけれども、今回は D60 と 50mm の 1.8 の単焦点レンズで写真を撮ってみました。またこれからレンズ純正のねちゃんと動くやつを足して、いろんな写真が撮れるように、していきたいなと思っております。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will play. In the twilight's gentle glow, where emotions overflow. Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear.